皆さんこんにちは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画は、私がデビュー当時から追っていたビジュアル系バンド、デビルーフが来年の1月にニューアルバムをリリースするそうなので、彼らがどういったバンドなのかを、ビジュアル系出身でもある私の観点で彼らを紹介していきます。このチャンネルでは、ハードロック、ヘビメタルのバンド、人物、アルバムなどを紹介しています。ロックとメタルが好きな方は、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ビジュアルの歴史を振り返っていきましょう。デビルーフは、2015年、日本の大阪で結成されたデスコアバンドで、メンバー全員がビジュアル系に影響を受けていたということもあり、ビジュアル系ファッションに身を包み、ビジュアル系とデスコアを融合した音楽性が特徴のバンドです。デビュー当初の2016年にリリースされたミニアルバム、バージと2018年にリリースされたデビルズプルーフは、個人的にすごく評価の高いアルバムで、ついにビジュアル系バンドにもこんなすごいバンドが現れたか、これは期待できるな、と思い CD も買い、ずっと追っていたほどです。特にファーストフルアルバムでもあるデビルズプルーフは、ビジュアル系とデスコアの融合を完璧に表現したアルバムだと思っていて、今でも、この作品はデビルーフの最高傑作だと思っています。ちなみに、おすすめの曲は、6曲目のラバーと8曲目のエゴイストと、私の中でキラーチューンでもある3曲目のナチュラルボーンキラーです。この3曲は、ビジュアル系出身の私が自信を持って視聴者の皆様におすすめできる曲ですので、ぜひ動画を見終わった後聴いてみてください。日本の若手バンドだということを踏まえた上で聴いていただくと、正直、度肝を抜かれると思います。そんなビジュアル系バンドという領域を超越した彼らは、最強最速を掲げており、ジルカやディムリムを聴いている人は、すでにデビルーフを聴いていると思うので省きますが、ディル・アングレイやデルヒ、初期のリンチやサディなどが好きな人は刺さるんじゃないかと思います。まず、デビルーフの最大の魅力は、ビジュアル系とデスコアの融合だと私は思っています。実際、ビジュアル系バンドの中では、圧倒的な演奏力や表現力を持っていますし、かなり勢いあるサウンドで、海外からもかなり人気のある日本を代表するバンドと言えます。近年では、ビジュアル系とデスコアの融合というだけではなく、和製デスコアバンドという新たなジャンルを確立していて、時折見せる和風テイストな要素が彼らの特徴でもあります。ただ、個人的に心配しているのが、最強最速を目指すばかり海外を意識しすぎた結果、複雑なリフな曲展開にならないかが心配なんですよね。アルバム1枚くらいは、海外を意識したアルバムを作ってもいいとは思いますが、それが続いてしまうと、それなら、別に、海外のデスコアバンドやテクデスバンドで良くないか、となってしまいますから。このままの感じで、日本特有の音楽でもあるビジュアル系要素と、わかりやすいリフを展開してくれたら、ガッツポーズです。まあそれはさておき、2023年10月20日にリリースされたシングル曲、Everything is Alright は、私がデビルーフに求めていたデスコアでありながらもわかりやすいリフや曲展開、ビジュアル系要素を含んでいたので、ネジブレイの曲にありそうだなぁと思いながらも、割といい曲だなと思いました。ぜひ、皆さんも、彼らのこの曲を聴いてみてください。来年リリースされる新譜が、どのような作品になるのかわかりませんが、ネオビジュアル系と共に生きた私としては、デビルーフはかなり期待していますし、あまり海外などは意識せず、ビジュアル系という日本のロックシーンを盛り上げるんだ、という気持ちで活動してもらいたいです。デビルーフにしかない武器、日本のバンドにしかない魅力、ビジュアル系とデスコアの融合を、もっと思う存分発揮したアルバムを期待しています。デビルーフは、間違いなく、今、日本のビジュアル系バンドで一番輝いている勢いのあるバンドですし、海外にも通用する実力と世界観を持っていますので、
今後の彼らの活動に目が離せません。今回は初めてビジュアル系バンドを紹介しましたが、ハードロックとヘビメタルよりもビジュアル系を聴いていた歴が長い私としては、皆さんにもビジュアル系の良さが伝われば嬉しいです。ぜひ、ナチュラルボーンキラー、ラバー、エゴイスト、エブリシングイズオールライズの4曲は聴いてもらえると嬉しいです。この4曲を聴けば、私が彼らをおすすめしている理由を分かってくれると思います。それでは、皆さん、いいヘドバンライフを。